筋軍団と、お肉強火でガンガンいきます。はい、美味しそう。かけていきます。はい、日本橋にありますラ・ボンヌターブル中村和成です。はい、今日はですね、これステーキの、お肉ですね。これで、今からハンバーグを作っていきます。ハンバーグっていうとひいてあるお肉で作るのが一般的なんですけど、この1枚のお肉で、出汁を取ってソースに仕立て上げて、それ以外のお肉でこねてハンバーグを作るっていう、何とも言えない、1枚のお肉でね協力し合って、ハンバーグができるっていう、そんなハンバーグです。まずですね、この今日使うハンバーグのお肉は、肩ロースって言いまして、こういった赤身と赤身の間にすごい脂や、筋が結構入り組んじゃってるんですよね。結構美味しいんですよね、味が濃くて。なので、まずは、肉と、脂筋を分解していきます。はい、まな板に移してもらいまして、簡単なんですよね。結構これ手で引っ張るだけで分解しちゃいますもう今日はひき肉と筋に分解するだけなんで、結構荒々しくいっちゃいます。こんな感じで、筋と肉をなんとなくでいいんで分解していきます。こういったお肉、こっち筋で、油もこっちの筋の方に入れます。中央のここが、思いっきり筋ですね。よし、ちょっと分かりやすくするためにこっち側に行って、この辺を筋で、この辺にお肉があるんで、ここだけちょっと取って、はい、でここも筋ですね。筋は全部ソースにします。筋軍団と、お肉に、分けます。この筋を使って、ソースを作っていきます。フライパンを、熱していただいて、これに、バターを溶かし込みます。その間にこの筋、これをちょっと細かく切っていきます。こんな感じに5ミリぐらいにスライスしていきます。これぐらいゴロゴロして大丈夫です。はい、バターがこんな感じに溶けてきたら、この筋を入れます。でこの筋をちょっとカリッカリになるまで、炒めていきます。ちなみに火加減は、あんまり強火にしすぎちゃうとバターが焦げて焦がしバターになっちゃうんで、中火ってところですかね。でだんだん焼けてきたらちょっと弱火にして微調整していきます。だから牛肉ってすごい個性が強いお肉で、僕の中では羊とか鹿とか鴨とか以上になんか癖が強い、香りが強い、お肉だなと思うんですよね。でもあんまりそういうふうに思わないのは、牛っていう食べ物がお肉があまりにもメジャーすぎて、皆さん多分牛の匂い嗅ぎ慣れてると思うんですよね。だから結構なんかサシが入った和牛とか焼肉で焼いたりするとすごい匂いがするじゃないですか。なので結構牛って油にも味があるし、すごい出汁が出るんですよね。もうこの時点でもう牛の香りが半端じゃない、香ってくるんですよ。この牛のうまみを最大限に利用したソースを作っていきます。はい、じゃあまず材料を切っていきます。にんにくは、みじん切りにしていきます。潰しまして、これをみじん切りにしていきます。粗みじん切りで大丈夫です。はい、でこの筋はちょっとこういうふうに牛肉から脂が出てきて、なんかちょっと焦げ色がついてきたら、ちょっと火加減を弱めにして、この後もじっくりじっくりお肉を焼いていきます。カラッカラになるまで、筋と油を炒めていきます。
そしたら次に玉ねぎ、これは、スライスしていきます。ちょっとハンバーグの中にも、玉ねぎのみじん切りを入れていきたいので、ちょっとこの1個の中からハンバーグ用とソース用によっていきますね。はい、じゃまずハンバーグ用に、玉ねぎをちょっとみじん切りにしていきます。こんなものかな。はい、はい、スライスしたらこういうふうに、もう1回スライスしていただいて、向きを変えて、またこうやって切っていただければ、簡単にみじん切りができます。はい、じゃあこれはバットに移しておきまして、はい、それ以外のこの玉ねぎは、薄くスライスしていきます。結構薄めでいいですね。薄い方が早く炒まるんで。はい、OK です。そしたらこれも、バットに、移しておきます。そして、こんな感じで、なんか最初にねバター溶かした時と、油の量が全然違うと思うんですよね。だいたい2倍以上になってんじゃないかな、油の量が。これだけ、牛から、油が出てるんですよね。もう普通にね、さっきただの油とか筋だったのが、こうやってねカリカリに食べると、ちょっとこのままねなんか食べたくなっちゃうぐらい美味しそうですよね。塩かけて、実際に美味しいです。でもこれじゃまだ甘いですね。もっともっとカリカリにしていきます。はい、じゃあそしたらその間にマッシュルームを切っておきます。ちょっと厚めのスライスですかね。こんな感じでマッシュルームもすごいハンバーグのソースにめちゃくちゃいい出汁を出すんですよ。もうマッシュルームがなかったら、作れないぐらいマッシュルームってすごいいい味出すんで。はい、もうお肉もねこれぐらいが限界かなーってとこまで、そしたらこれで OK です。火を止めてもらって、この油は入れないで、このお肉を別鍋に入れておきます。はい、そしたらですね、このお肉に、赤ワインを、注ぎます。はい、そしたらこれを思いっきり煮詰めていきます。もう赤ワインがなくなっちゃうぐらいまで煮詰めます。その間にこちらのさっき肉を炒めてた油、これでソースを作っていきます。こっちもソース作ってますけど、こっちもソース、要するに後でドッキングします。これこそ美味しいソースのベースです。先ほど切ったニンニクのみじん切りを入れて軽く香りを出します。すごい香り、バターと牛の脂とニンニクが揃うと、もうこの時点でガーリックライスの香りがしますね。そしたら玉ねぎ、をさーっと軽く油をなじませて、強火でガンガン炒めていきます。で、玉ねぎ入れた時に、塩をしていただくと玉ねぎから水分が出て、より早く玉ねぎが炒まります。そしたら玉ねぎがちょっとくたーってなったら、今度はマッシュルーム、はい、これ入れます。はい、マッシュルームを入れてからの、相変わらず強火でガンガンいきます。こんな感じになったら一回蓋をしてしまいます。蓋をして蒸し焼きにすることで、より
この玉ねぎの水分とマッシュルームの水分を、ハイスピードで、水分を分離させていきます。このお肉、はい、これを、ハンバーグにしていきます。でもね、ひき肉じゃないんで、これをまずはひき肉にしていきます。まず切っていきます。で、実は全てを細かく切る必要はないんですよね。まずはちょっとゴロゴロとした肉をカットしていきますね。普通になんか5ミリぐらい角ぐらいかな。こんな感じでラフに切っていただいて、これぐらいなんかひき肉とは到底言えない感じの大きさですね。もうこんな感じで、半分はこれぐらいの、大きさにしちゃいます。そうこうしてる間にちょっと忙しいですけど、あっち行ったりこっち来たりとか、これ赤ワインがすごい煮詰まってきましたね。もっともっと煮詰めていくと、なんかミノロワールっていう呼ばれる状態になるんですよね。まあフランス語で言う要するに鏡っていう意味なんですけど、要するに鏡かってぐらいなんかテカってなるぐらいまで、なんかツヤっとなるまで煮詰めていくっていう。そうすることによって赤ワインの酸とかが丸くなって、赤ワインの持つ旨味とかそういったものがなんかすごい美味しいソースのベースになります。もうほぼほぼないですよね、成分が。この辺まで来てくると、もう赤ワインがなんかツヤツヤになってくるんですよ。こんな感じに。はい。そしたらここでようやく日本酒、はい、日本酒を入れていきます。日本酒を入れることによってお米の甘さだったりまろやかさとかうまみとかっていうものをうまくソースに溶かし込むと、例えばフォンドボーって呼ばれる牛の出汁とかを使わなくても結構こなれた感じの味になるんですよね。これちょっとしたテクニックですね。日本酒ってこういうところに使うんですよね。はい。そしたらまた煮詰めていきます。はい。そしたら、さっきの、牛肉の続きです。はい。こっちが、粗挽きにしてあるんで、こっちはちょっと細かく、切っていきます。さっきと工程は同じですね。こんな感じで細かく切っていただいて、まずは、はい、そしたらもう一発刻んでいきます。はい、そしたらこんな感じになったら、ここでよく切れる包丁でちょっと叩いちゃいます。こんな感じで。叩くことによってお肉にいい感じに粘り気が出てくるんで、こんな感じにね、何回か向きを変えて、そしたらこのお肉とこのお肉を合わせて、ハンバーグの、パテを作っていきます。はい、材料は、さっき叩いたお肉と刻んだお肉、それに塩をしていただいて、玉ねぎ、さっき刻んだやつですね。そしたら一回ここで、よーく練ります。黒胡椒も入れますね。はい、じゃあ早速練っていきます。軽くね、全体を混ぜ合わせたらこんな感じに。そしたら手の途方を使ってちょっと圧をかけていきますね。こうやって。そうするとね、お肉が練れるんですよね。ひき肉っていうよりかはもう肉のたたきですね。肉のたたきバーガー、それぐらい粗いんで、でもそれが美味しいんですよね。はい、こんな感じで、練って
こんな感じにまとまってきました。そしたらここで、卵、これを加えていきます。ちょっとこんな感じでね、崩してあげて、はい、これ牛肉が練れてるんで、結構卵あっという間に肉に吸収されます。最初はね、なんか水分がすごくてビショーってなってて大丈夫かって思っちゃいますけど、大丈夫なんですよね。それにパン粉、はい、パン粉を入れてさらにつなげていきます。このねパン粉は普通に僕がねお店で使っているパンをすりおろして、使っているパン粉ですね。パン粉もなるべくこだわった方が美味しいです。ちょっと自分の好きなパン粉でやっぱ作るとよりなんか愛情っていうか、なんか愛着が湧きますね。そしたらこんな感じにね、もう見るからにハンバーグの種みたいな感じになりましたね。はい、はい、じゃあこれをまあだいたい半分ぐらいに大きさに分けて、はい、乗せました。まあ、これをちょっと、ね、空気を抜きながら成形するので、こんな感じでちょっとお手玉みたいな感じでちょっと優しく優しく、ハンバーグの中に、この中に入ってる空気を抜きながら形を整えて、こんな感じですね。ああ、いい感じですね。はい、こんな感じで、はい、そしたら、ハンバーグを焼く前にちょっとソースを仕上げていきますね。はい、もうさっきの玉ねぎがここまでくたくたに炒まってきました。もうなんか玉ねぎって感じじゃないですよね。もうこのままなんかお肉のソースにかけてもいいような、もうどっちかといったら玉ねぎっていうよりかはもうここから見てもソースって感じになってきましたね。はい、そしたら、この状態になったら、カットダイストマト、はい、こちらを入れていきます。そしたらよーくなじませてあげます。はい、そして、一煮立ちしたら先ほどのこの純米酒と赤ワインのこの、ソース、うまみのこれを入れます。このね、ベースを入れることでさっきまでね赤かったソースが急に深みを増してきましたね。なんかちょっとデミグラスソースにだんだん近づいてきました。それであとは、生クリームをちょろっと入れてちょっとまろやかさを出します。はい、そしたらここから煮詰めていくんですけど、ここからもちょっと煮込むことによって全体を、味をぐっと一つにしたいんで、あとはこの煮込んだ、ね、赤ワインで煮込んだ、ね、油とかそういったものとかも一体感を増したいんで、これ一気に煮詰めてしまうんではなくてちょっと難しいんですけど、ここで蓋をしてじっくり煮詰めていきます。はい、フライパンに、油を敷いていただいて、中火で焼いていきます。でいい感じなんでそろそろかなと思います。はい、あ、美味しそう。どうですか。で、まあ注意してほしいのが、結構このハンバーグ普通のハンバーグよりゆるーくつながってるんで、あんまり雑にやっちゃうとここで分解しちゃったりするんで、ここを繰り返すときはちょっと丁寧にやっていきます。
でもう片面も同じぐらい火を入れていきます。ソースがねいい感じになってきましたね。カットダイストマトのトマトが潰れて、玉ねぎとかもなんかねすごいもう一体化して、だんだんフランス料理のソースみたいになってきましたね。もうちょいです。ゴールはもう近くにあります。一気に火を入れるっていうのはちょっと難しいので、ご家庭でしたら両面よく焼いたら一回バットに移してもらって、こんな感じにオーブントースターか、オーブンに入れて火を入れるとよりふっくらと、上がります。今日はちょっとねお店のオーブンで火を入れていこうかなと思います。ソースの味でね、一番味覚という意味で重視してほしいのが酸味と、甘みと塩味のバランスなんですよね。なんか塩味って酸味が立ってるとなんか意外と決まったような気がするんですけど、酸っぱいとしょっぱいって結構勘違いしたことがあるんですよね。なんで味を見てなんかちょっとでも違和感があったらそれは何かが足んないのかなっていう、特に一番最初に見る味見が一番大事ですね。だんだん人間って舌が慣れてきちゃうんで、一番最初に味見した時のなんか敏感な感覚がちょっとないんですよね。すごい深い味わいですね。黒胡椒をかけて、より引き締めるっていう感じですね。はい、そしたらよく混ぜていただいて、はい、これでソースの完成です。もうハンバーグも焼けたと思います。はい、ハンバーグ出しました。ハンバーグはですね、ご家庭のオーブンでやるんでしたら、一番高い温度でいいです。オーブントースターでも一番マックスの高い温度でですね、ドンと置いていただいて、このね、うまみが詰まったこの筋と油のうまみが作ったデミグラスソース、即席デミグラスソースをたっぷりとかけていきます。これぐらいかけても全然味のバランスいいです。それだけ優しいソースがあります。はい、できました。ハンバーグ、はい、即席デミグラスソースがけです。ハンバーグもすごい噛み応えもあるし、肉汁もすごい詰まってて、部位を選んで粗挽きにすることによって嫌味のない噛み応えっていうものを実現してます。この焦げの部分というか、このうまみの部分というか、またこの部分もすごい美味しいですね。なかなかハンバーグのひき肉の中身をこだわるっていうことってあんまりないと思うんですけど、意外とああいうふうにやるだけですごいそれが理想のハンバーグの割合になるというか、そういったところがまた面白さかなっていう。